真っ先にね、お母さんの話をします。お母さんっていうとちょっと皆さん分かりにくいかな。私たち人間の命、人間のって言いましたけど、地球、宇宙の命、宇宙を存在させている命、全ては一つであるという命ですね。これを私はこういう表現をします。知恵と慈しみの生き生きした活発にっていうんですね。私たちのこれからの体験を作る働きとこう言ってるんですね。でその知恵と慈しみの知恵の方はどちらかというとお父さんのという言葉があってるでしょうかね。知恵で、お母さんは慈しみの方なんです。私たちが地上に生まれてきて素晴らしい体験しますよという選択をしたら、お母さんが早速ね、地上に生まれる準備をしてくれる。そしてお腹の中で育てて、それから産んで一人前になるまで面倒を全部見てくれる慈しみという面を強調してるんですね。お父さんは知恵ですから、科学とかそういった方面、あるいは社会を良くしようと、こういうことでいい悪いじゃないんですね。波動で宇宙はできているので、一つの波動がね、底辺のところから上がっていって、頂上があって、また底辺へ来てて、波動その連続した繰り返しなんですね。これリズムと言ってますけれどもね。で、宇宙は波動でできてます。別の言葉で言うと空という言葉、空という言葉ですね。でこれ広がりとも言ってるわけですけども、ですから男性性と女性性がお互いに協調し合って生きている、あるいは命っていうのはそういう存在ですね。で特に女性性を強調する時にお母さんって言ってますね。でお母さんって宇宙の人々、宇宙のっていうか宇宙のお母さんが私たち人間全員のお母さんなんです。ですから言葉で言うと一人しかいない、一人しかいない、一つが全て、こんな感じなんですね。それで本当に私は分かってるんですけど、お母さんが私たちの健康元気を全部慈しんでくれてるということですね。ですからお母さんって言ったら慈しみです。それからもうさっさと言っちゃいますね。お母さんって言うとね、ここからすごい光を感じるんです。そして背中がすごくあったかいんです。そして骨盤で含めて体がこういう具合にこう喜ぶ、これがお母さんという感じですね。で私がお母さんっていうといつでもお母さん、こういう感じになりますね。はい、皆さんがそうですけども、ご家族の方や自分自身を健康にする体験をされたらね、お母さんを呼ぶといいですよ。呼ぶという表現が感じるっていうんですかね。これが私が皆さんを調律する時に使っている言葉、呼吸、動作、感情、リズム、タッチ、広がり、最近ねお母さんって言ってるんですけどね、もちろんこれ一つ独立してんじゃなくてこう入り混じって、その中で何を強調してるかですね。例えば言葉って言った時に、言葉、お母さん、これマミーとかね、マンとかね、おっかとかいろんな言い方があると思う。ただその人にぴったりので、私はお母さんがいいのでお母さん、これがね今ということです。私が宇宙の知恵と慈しみの生き生きしたこれからの体験を作る働きの時に今というのを言葉を使っているんですね。で今という言葉、いいですね。言葉とても大事ですよ。宇宙の全てを表しています。宇宙の波動の全部を表していますね。今の知恵、男性性、慈しみ、女性性表しているわけですね。で生き生きっていうの、このリズムに乗っていくのですから、宇宙の広がり、時間的な広がり、空間的な広がり、全部合わせて
今と言ってるんですね。でもう一つこのお母さんっていうのがね、私たちを慈しみ育ててくれるものすごいエネルギーというか働きですよね。で皆さん道っていうか、皆さんお母さんから生まれましたね。そのお母さんは人間がその素晴らしい全てが一つとして展開している慈しみの働きを体験したくてお母さんをやってる、こういうことですね。で男性がお母さんじゃないかというとそうじゃなくて、男性もお母さんの知恵と慈しみをね、強力に皆さんのお役に立てようとしている男性はやっぱりお母さんやってるんですね。逆に女性だけども知恵の方を活発に働かせたい人はお父さん役をやる、こういうことですね。女性なんですよ、でもお父さん役をやる。でも赤ちゃんねお腹の中で育ててね、それを面倒を見るという時にはお母さんもやってるんですね。でこんな感じなんですね。だから私は世の中でお母さんをやってる人に会うと、今がねこの方としてお母さんやってるんだな、今がこの方を通して生き生きと働いてるんだなと、こういうことですよ。で調律するという言葉も使いますね。調律するって何やってるかというと、慈しみの方を強調してるんです。ですからお母さんが、今がと言ってもいいんだけども、お母さんが私を通して親子に立ってる。基本的に調律っていうのはこれなんですね。宇宙の私たちを育ててくれる慈しみの働きが私の心と体を通して今また今と言いましてね、働いている今のってお母さんの働きが私を通してお役に立てますリズムに乗ってるんです、全身でね。ということなんですよ。ですから皆さんが遠く離れてるご自分のお父さんお母さんでも自分の子供たちでもそうですね、今の祈りをすると間違いなく元気になりますよ。もうそれをね、私はね超簡単っていうんです。超簡単、何か道具いらないね。生きてる自分を通して、肉体と心を通して、そのお母さんが生き生きと働いているのを全身で感じる。どんな感じかなですね。はい、やってみて。